ヒドゥンゲームス JP。 あ、コナン君。蘭姉ちゃん、どうしたの？今ね、警部さんとお父さんがリサさんから話を聞いてる最中なの。じゃあ、ユミさんのことを？だと思うわ。もうかれこれ1時間も。あ、お父さん。うわぁ、待たせたな。事件は解決したよ。解決って？玲子さんを殺したのはユミだ。リサさんを狙うつもりで間違って玲子さんを殺してしまったんだ。ちょっとお父さん。そして罪悪感に耐えかねて体育館に閉じこもって自殺した。これが事件の顛末だよ。そんな、リサさんはなんて言ってるの？彼女、ユミさんは犯人じゃないって。ああ、そう言っとったよ。しかし状況が状況でな。まず玲子さんが殺された時間にアリバイがないのはユミさん一人だけ。そして密室でのユミさんの死体。他殺が不可能な以上自殺と考えざるを得ん。動機もある。リサさんとの過去の確執だ。とどめはワープロに残された遺書。どんな警察でもユミさんが犯人だと断定せざるを得んだろう。これから食堂にみんなを集めて事件の顛末を話す。そしたら全員方面だ。やれやれ、やっと家に帰って眠れるわい。ラン、お前らも帰り支度しとけよ。そんな。ああ、リサさん、あんたも食堂へ。リサさん。ユミは犯人じゃない。まずい。意気消沈しちまってる。リサさん、お父さん。待って、ねえちょっと。このままだと全員返されちまう。もし真犯人がその中にいたら。くそ、時間がない。考えろ、コナン。犯人は本当にユミさんなのか？真実はすべて解き明かされたのか？解き明かされたのか考えろ。解き明かされたのか。まず手元の証拠を整理しよう。お、この中に真犯人への手がかりが隠されているはずだ。解決パートですね。解決パートです。真犯人への手がかり。いや、完全に第二の手紙は真犯人。真犯人で、そうやそう。そりゃそう。第二の手紙本体は多分見つからないだろう。そんなものを残しておくほど間抜けな犯人じゃない。犯行直後に玲子さんの部屋へ行き、偽物とすり替えたはずだ。本物の方は即座に処分しただろう。インクリボに残してる時点で間抜けだけどね。あとはドリンク剤の瓶も指紋とかついてんのかな。やはりユミさんは自殺じゃない。誰かに毒を飲まされたんだ。誰かが使ってその後体育倉庫に隠したんだ。問題は何に使ったかだな。写真見とく？一度貼り直した跡がある。糊の跡が新しいからつい最近のことだ。貼り直したのは誰だ？これはそれ以外の人物なんじゃないか。それ以外の人物と考えるのが自然だな。おー。つまりだ、二人以外の第三者がこの写真の存在を知っていたことを示す。なるほど。そうか、そうだったのか。あれ？ひらめいてる。古い写真だから自然にアルバムから剥がれ落ちたのかもしれない。何にせよそれをある人物が拾った。うん。その人物は当然
リサさんとユミさんの過去をこの写真から知っただろう。うん。そして、ユミさんがなぜ自分の過去をリサさんに隠しているのか疑問を持った。うん。その後のことは調べが効くことだ。ユミさんの家庭の事情、父親の自殺の原因。それに加えて、レイコさんとリサさんの後ろ姿が酷似しているという事実。これらの符号が結びついたとき、ユミさんを犯人に仕立てて、レイコさんを殺害する計画が芽生えた。犯人の狙いはリサさんじゃない。最初からレイコさんだったんだ。なるほど、なるほど。次は状況の検証だ。二つの事件の状況をじっくり考えてみるんだ。はい。レイコ殺害のアリバイ。レイコさん殺しでは、ユミさん以外の全員にアリバイがある。状況は絶対不利だ。でもしかし、なんとも都合よくユミさん以外の全員にアリバイがあるもんだな。いくらなんでも不自然だ。まるでユミさんを罠に陥れようとしたみたいに。体育の室。これがある限り、ユミさんは自殺と考えざるを得ないんだ。つまり、ユミさんがレイコさん殺しの犯人に他ならないわけだ。何回か選ぶんじゃない？落ち着いて考えよう。レイコさんの殺害現場は、本当はどこだ？焦るもう。本当はどこだ？文芸部室。文芸部室ですね。文芸部室なら、ユミさん以外にも犯行が可能だ。やっぱりそこしかないな。犯人は床板ごとレイコさんの死体を図書室に運び、現場をごまかすことでアリバイを作ったんだ。そうだ。で、体育館の密室。ユミさんが他殺なら、この密室トリックを破らないと。そうだ。まず殺害場所だ。ユミさんはどこで殺されたんだ？殺された場所。体育館以外でしょ。意外でしょうね。つまり、他で殺されてから体育館に運び込まれたわけだ。うん。しかしどうやって？唯一の入り口は鍵がかかっていて、その鍵は体育館の中だったぞ。この上しかない。天窓だよね。天窓が何の意味もなく開いていたとは思えない。きっと犯人が利用したんだ。しかし、人間が屋根に登ることは不可能だ。そうすると、何か道具を使ったのか。体育館周辺で使えそうなもの。どんなものがあったかな。ネットポスト、ポスト他にはロープ、他には旗ゲオポール、他にはスポーツバッグ、他には終わり。だよね。あれをこうして、それからこう。それと、よし。これだけあればユミさんの死体を運び入れることができそうだ。うん。おお。いいぞ。それじゃあ結論だ。よく考えろよ。レイコさんを殺した真犯人は。まゆみだべ。もうまゆみしかいないよね。いや、1個目の殺人の文芸部室でまゆみしかいない。まゆみしかいない。おそらく彼女が真犯人だ。巧妙なトリックでレイコさんを殺し、ユミさんを犯人に仕立て上げたんだ。つまり、ユミさんを殺したのも彼女ということだ。あとは決定的証拠だ。何かないか、動かぬ証拠が。そうか、あれだ。あれが決定的証拠になる。よし、食堂へ行くか。というわけで、以上の状況から判断すると、被害者玲子さんはリサさんと間違われて、図書室で殺害された。容疑者であるユミさんは、両親の呵責に耐えかねて服毒自殺。容疑者のものと思われる遺書も、本人のワープロから発見された。しまった。みんな揃ってる。こりゃいつもの手で行くしかないか。これで間違いないな、毛利君。実に悲しい事件です。過去の因縁にまつわる復讐劇が、凄惨な結末を。どうした？
いや、これで結末を迎えたわけではありません。なぜなら、犯人はユミさんではないからです。真犯人はこの中にいます。今から私が事件の真相を解明してご覧に入れましょよーし、準備は OK。行くぜ。やばいって。犯人はユミさんです。いや、ユミさんではありませんって一人で言ってしまう。やばいよやばいやつだよ。気狂ってる。ユミさんが犯人じゃないなら、一体誰が犯人なんだ？う。まあまあ、警部殿。その前に、事件の経緯について、全て明らかにしておく必要があるでしょう。玲子さんの件で最大の問題は犯行時刻です。鑑識の割り出した死亡推定時刻は8時から12時の間でした。一方、現場とされている図書室は7時から9時半まで人がいたことが確認されています。これらのことと発見された呼び出し状の文面を考え、犯行時刻は10時と推定されているわけですね。そうだ。その時間にアリバイのないのはユミさん一人だけじゃないか。そこが犯人の最大のトリックだったわけですよ、警部。玲子さんの制服のポケットから発見された呼び出し状は偽物です。真の呼び出し時間と場所は別だったのです。なんだと？図書室のワープロのインクリボンに元になる書状が残されていましたよ。その文面によると、真の呼び出し時間と場所は8時に文芸部室だったのです。ちょっと待ってくれよ。図書室の現場を見たろ。床の上の血だまりを。鑑識もあそこが犯行現場に違いないと言っとったじゃないか。ところが現場は文芸部室だったのです。犯人は玲子さんを殺害し、そのままにしておいた。当然床には玲子さんの血が流れます。みんなが寝静まった深夜、犯人は玲子さんの死体を図書室に運びますが、その際床板を一緒に運んだんですよ。そう、血だまりの固まった床板ごとね。この学校の教室は床暖房用のクッションパネルになっていて、意外と簡単に付け外しが効くんです。文芸部室の床板を詳しく調べれば、図書室の床板とすり替えられていることがわかるはずですよ。なんと、そんな大胆なトリックだったのか。いずれにしろ犯行時刻が8時で現場が図書室以外となれば、一気に容疑者の範囲は広がります。真由美さんと涼子さんは立証不能。咲さんと直美さんにしてもずっと一緒にいたわけじゃない。トイレに行くふりでもすれば文芸部室へ行って犯行に及ぶことは十分可能ですからな。すると君は由美さんは自殺ではなく他殺だというのか？無論です。その根拠は？ドリンク剤の瓶ですよ。コナンから取り上げた時に気づいたんですが、随分蓋がきつく閉められていた。しかも制服のポケットに入っていたのです。床に落ちていたのではなく、青酸系の毒を飲んで自殺する人間がこんなことをするでしょうか。蓋が閉められポケットに入っていたのは死体ごと外から運び込まれた証拠なんですよ。しかし現場は完全な密室状態だった。やはり自殺としか考えられんのじゃないか？密室トリックを破ることは簡単ですよ、警部。これらの道具を使えばね。まずバレーボールのポストを立て、天窓を開けておきます。次に天窓にロープを二重にして通します。
スポーツバッグは外から投げ入れるための重しですね。ポストにロープをくぐらせ両端を結びます。これで準備は完了。外に出て鍵をかけます。ユミさんのベルトにロープを通し、ポールのケーブルに結びます。あとは旗を上げる要領でユミさんを持ち上げ、天窓へ滑り落とせばいいんです。無事にユミさんが体育館の中へ落ちたら、ロープを抜き取って密室工作は完了です。なんと。じゃあ、玲子さんとユミさんを殺した犯人は一体誰なんだ？真由美さん、あなたが犯人ですな。玲子さんに最愛の男性を奪われたあなたは、虎視眈々と復讐の機会を狙っていたのです。ある時、リサさんのアルバムから落ちた写真を見つけたあなたは、ユミさんの秘密に気がついた。興味を持ったあなたは、二人の過去を調べ、その過程で玲子さん殺害のアイデアをも膨らませてゆく。犯罪の予告状を用意し、周到に伏線を張り巡らし、玲子さんを殺害したんだ。その後、罪を押し付けるため、ユミさんを自殺に見せかけて殺したのもあなただ。ユミさんが部屋で一人なのを見計らって、見舞いに来たふりを装い、元気づけにとドリンク剤を差し出す。かわいそうなユミさんは何の疑いもなくそれを飲んだことでしょう。失礼ですが、何を言ってるのかわかりませんわ。全部あなたの想像じゃありませんか。何の証拠があるんです？証拠ですか。ありますよ。ユミさんのワープロに残された遺書ですよ。遺書？本来ならあれはあなたの計画にはなかったものでしょう。あなたは最初はユミさんとリサさんの過去の確執を大っぴらにすればいいと思っていた。そうすればみんなの疑惑は嫌でもユミさんに向けられ、計画達成がたやすくなる。ところがそのために利用しようと思っていた写真が誰かに隠されてしまったことをあなたは知った。それを教えちまったのは他ならぬ俺なんだけどな。こうなると自分にも疑惑が向きかねない。そこで慌ててあの衣装をでっち上げたというわけです。そうか。二人の過去を知っていたのはリサさんとユミさん以外には彼女だけだ。ちょっと待ってください。それだけじゃ証拠にならないわよ。だいたいあんな衣装なんか誰にでも作れるでしょ。どうして私が犯人なんですか？そこですよ。計画外のことだったんで、あなたは随分慌てて事を運んでしまったんですな。問題は誰が衣装をでっち上げたかです。一人ずつ考えていきましょう。リサさんはランがずっと張り付いていたから論外です。涼子さんは彼女は鼻からワープロが打てません。ナオミさんも同様に除外できますな。サキさんがいるじゃないですか。ワープロなら彼女が得意だわ。ほら、真由美さんはお忘れのようだ。何
サキさんのメガネを壊したのはあなたじゃないですか。彼女は今、ろくに物が見えていない状態なんですよ。つまり、あの遺書が撃てたのは真由美さん。あなたしかいないんです。どうです？あなたが犯人ですね。おい、どうなった？停電のようです。何？おい、みんなその場を動くなよ！停電？くそ、こんな時に。今の、まさか。コナン君、何やってるの？こんな扉の外で。蘭姉ちゃん、今、まゆみお姉ちゃんが飛び出してきて。やっぱりあれ、まゆみさんだったの？大変、追いかけなきゃ。いた！いないわ。どこ行っちゃったのかしら。警察の人も総出で探してるのに。もう、こんな時にお父さんたら食堂で眠りこけちゃってるなんて、信じらんない。許せ、おっちゃん。でも、外へ出た形跡もないっていうし、あとは。ランさん！リサさん、そっちはどう？さっき事務室へ行ってみたの。そしたら、屋上への扉の鍵がなくなってるのよ。屋上？屋上へ登ってどうする気だ？まさか。それ以上近づくと、私だってあの人玲子さんに騙されてたのよ。玲子さん本当はあの人のことなんか好きじゃなかったの。ただ私の恋人を奪って私を傷つけることだけが目的であの人を誘惑したんだから。そんなの許せなかったのよ。まゆみさん、ごめんなさい、リサさん。これが私の本性なのよ。実直な優等生なんて真っ赤な嘘。意地っ張りで高飛車で、生まれてこの方素直になれたことなんて一度もなくて。今日初めて自分をさらけ出したのね。遅すぎたわよね。何もかも手遅れ。だって許してもらえるはずなんかないもの。リサさんのかけがえのない友人まで奪ってしまって、私取り返しのつかないこと。ごめんなさい。待って！まゆみさん！生きていて！もうこれ以上誰も不幸にならないで！まゆみは全てを自供した。玲子さんに恨みを募らせていたある日、全くの偶然から、リサさんとユミさんの過去を彼女は知った。そして彼女は、そのことを利用して玲子さんを殺害するアイディアに取り憑かれてしまったんだ。復讐とは核も甘美なもの。
優等生の仮面をかなぐり捨てて、彼女は冷血な行為に及んだ。しかし、非道な行為で親友を奪われたはずのリサさんが、彼女に生きろと言った。その一言で悪夢から覚めた彼女は、警察でこれからの人生を償いにかけると語ったそうだ。そう。すべては悪い夢だったんだ。夢落ちにすんなよ。はい、解決しましたと。まあ、というわけで、あれあなたの探偵度はってきましたよ。あなたの探偵探は偵度。 98点。 98点。調査の取りこぼしも少なく、推理もバッチリ。名探偵の名にふさわしい活躍ですが、残りの2点何なんだよ。わかんないね。わかんない。よし、じゃあこれは記念して、セーブして、今回は終了となります。ですね。ありがとうございました。じゃあまた何事件があれば我々が解決してやりたいと思うので、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。Thank you for watching!